ローウォーズファンの皆様、おはようございます。カーク信者のギルド、グラビティは、ゴールドリーグへ昇格してから、初めての降格戦を戦いました。その結果は、ご覧のように、1000ポイント対、639ポイントで、圧勝という結果に終わったのです。同じ対戦相手と、先週は昇格戦を戦い、今週は降格戦を戦ったわけですが、先週と今週の違いといえば、一人のギルドメイトの加入だけです。まあ、一人といっても、ご覧のように、ヒーローとタイタンが共にマックスパワーな人が加入したわけですから、対戦相手にとっては、悪夢としか言いようがありません。サーバー11のゴールドリーグやシルバーリーグといっても、ギルドチャンピオンの全員が、ヒーローとタイタンの両方がマックスパワーの状態でギルド戦に出場しているわけではありません。この画像は、先週の昇格戦の戦闘ログになりますが、ご覧のように、こちら側も敵側も、マックスパワーで出場している人は数名しかいないのが現実なのです。つまり、1年3ヶ月が経過したサーバーといっても、マックスパワーまでヒーローやタイタンを育成し終えたプレイヤーは、一握りしか存在していないということです。ゴールドリーグで1位になっているギルドですら、58万パワーのヒーローで、ギルド戦に出場している人がいるくらいなので、ヒーローとタイタン、ペットとトーテムの全てをマックスアウトするということは、並大抵の努力ではなし得ないことなのです。視聴者様の中には、トーテムやペットを最大値まで育成し終えた人もおられると思いますが、普通にヒーローウォーズを遊戯していると、そういった状態になるには、3年程度は必要なのです。マックスパワーを持った人が1人加入すると、戦況は次のように変化することになります。まず、こちら側で最もパワーの低かった人と入れ替わりに、マックスパワーの人が参加するわけですから、攻撃成功回数が単純に2回ほど増えることになります。そして、防衛においては、従来なら、敵から簡単に倒されていた人の代わりに、マックスパワーの人が鎮座することになるので、敵側は、攻撃の失敗回数が数回ほど増えます。そうすると、このように、前回は僅差で勝利した対戦相手にも、圧倒的な得点差で勝利することが可能になるのです。いやー、マジですごいよ。他のサーバーから、サーバー11へ移籍するくらいだから、カーク信者と同程度の強さかと思っていたけど、マックスだもんなー。カーク信者の1年3ヶ月を、完全否定された気分でござる。ブラボーさんは、サーバー49からの移籍ですが、これだけのパワーでサーバー11よりも若いサーバーにいたのですから、負けることはありえなかったと思います。強いて例えるなら、一般乗用車がサーキットで、F1 マシンと対戦しているようなもので、誰がどう見ても、F1 マシンが勝つに決まっています。ただ、誰が何と言おうと、ゲームで対戦相手に圧勝するということは、非常に気持ちが良くなるわけでして、羨ましいなぁと思ってしまいます。カーク信者の場合も、アリーナに登録するヒーローを1人にして、アリーナランキングを200位くらい意図的に落とすことがありますが、そういった際に戦うときは、俺って強えを楽しんでいますからね、あはは。最新サーバーで、再スタートをする人の話をするよ初めてヒーローウォーズを遊戯した際に、わけもわからずに、アイテムを売却したり、ヒーローのソウルストーンを売却して、後になって後悔する人がいます。また、様子見で遊戯していた人が、ヒーローウォーズを本格的に遊戯しようと考えて、最新サーバーにて、改めて再スタートをするケースなどがあります。このように、理由は何であれ、少しでもヒーローウォーズを経験した人が最新サーバーで遊戯をすると、おそらくですが、周囲の人とは全く違う挙動をするのだと思います。カーク信者の場合、低予算で遊戯していることもあり、改めて最新サーバーで遊戯をするといった気力も湧かないですし、時間的な余裕もありません。しかし、最新サーバーでちょっとだけ課金して、最初からゴールドリーグのギルドに潜り込めたら、資金効率が最もいいんじゃないのかなと考えることもあります。もし、
このような考えを実行された人がおられましたら、コメント欄にて、教えていただけたら幸いです。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、複数のサーバーで遊戯されている、ヒーローウォーズが大好きな人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。